こんにちは、ポロロです。今日はフェルマーの料理第9話の考察と振り返りをしていきます。最終話目前。前回全ての伏線が回収されてしまったので、今回の考察パートではストーリーの謎を考えるのではなく、登場人物の掘り下げをしていきます。こういう見方もあるのかと感じていただけると嬉しいです。1、カイの連れ戻しはガクのわがまま？ 2、渋谷が鈍感すぎる件。3、最後のランナの登場が必然な理由。ぜひ最後までご覧ください。おかげさまで登録者数が490人台になりました。もうちょっとで節目の500人。登録してくださった皆様ありがとうございます。フェルマーの料理はもうすぐ終わってしまいますが、ライクールも何か作品を取り上げるので、登録をしてお待ちいただけると励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマでは、フェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラマ、フェルマーの料理の検索、放送情報や配信、見どころについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。レストラン K、そこの新しい料理長を務めるのは北田岳。若干19歳で高級フレンチレストランを切り盛りする若き料理長は朝倉海の後継者として大変な注目を浴びていました。その評判は東京中に轟き、客足が途絶えることはありません。しかし、大きな犠牲を払った上での成功であることに岳は気づいていません。その犠牲とは仲間たち。かつて仲間と一緒に真理の扉を開くと海の前で誓いを立てた岳でしたが、今や彼らの尊厳を無視していると言っても過言ではない態度で K を支配しています。岳には見えているという真理の扉。ところがランナや布袋をはじめとする仲間たちにはそれが理解できません。今や岳は彼らが理解できるとも思っていません。ランナは悔しさに唇を噛みます。そしてある日ついに、私はもう来ない。ランナが K を去りました。一番 K に対して思い入れがあるのは彼女だったはずなのに、岳は止めませんでした。ランナは後に解雇します。岳がミシュランで一つ星を得てから自分を追い詰めるようになったこと、海が料理長だった頃は二つ星でした。それでもこの若さで星を得られるのは十分な快挙でしたが、僕は海から預かった店を台無しにしたと感じ取ったのです。だけどランナは、仲間たちは、一度も岳の能力に疑問を抱いたことなどありませんでした。しかし、それを差し引いても、岳の振る舞いはとても耐えられるものではありませんでした。翌日、厨房に現れないランナーをいぶかしんだ布袋が、その理由を尋ねました。岳はそれを無視します。無視という屈辱的な態度を取られても、布袋は怒りもせず、平常心を保っていつも通りに厨房に立ち続けます。一方で、岳の苛立ちはピークを迎えていました。布袋から客の情報が書かれたメモを奪い取る、ペーニャを押しのける、在庫のない材料を要求する、傲岸不遜な態度で厨房の空気を凍りつかせます。孤高というより孤立。しかし、この状況が岳に新たなアイデアをもたらしました。すでに満席で料理を待っている客がいるというのに、その新たなアイデアを中心にメニューを構成し直すというのです。これからレシピを考えるという岳に仲間たちは呆れ果てます。それでも料理長は岳、それを選んだのは彼らなのです。布袋は、分かった、と岳の指示に従う意思を見せました。孫六が必要な材料を買いに厨房を離れます。それに対して岳は感謝を伝えることはしません。さらに岳はとんでもないこだわりを見せます。前菜はメインが完成してから逆算をして考えるというのです。それはコース全体の調和を取るために必要なことでした。しかし同時にそれは客に何のもてなしもせず、いたずらに時間を過ごさせることを意味します。到底受け入れられる指示ではありません。ところが岳は意見した布袋を邪険に扱います。やがて孫六が買い出しから戻ってきました。岳はあっという間にメインディッシュを完成させます。その見事な一品に仲間たちの口から簡単なため息が漏れ出ました。しかし岳の中ではまだ完成していません。次はここからの逆算で前菜、スープ、魚料理を考えていくというのです。ダメだ。せめて前菜は出す。さすがに布袋が苦言を呈します。直後、球児たちが客からクレームが出始めたことを報告してきました。岳の意思を確認することなく、急ぎ布袋が中心となり前菜の用意を始めます。岳は怒号を飛ばします。最高で完璧なフルコースを提供するんだ。布袋が用意し始めた前菜を払いのけます。ガシャンと皿の割れる音が厨房内に響き渡ります。いてついた空気などまるで知ったことではなく、岳は料理の追求をやめません。真理の扉が今開きそうなんです。それでも布袋は優しく岳に声をかけました。なら、一緒に考えよう。歩み寄りの姿勢を崩さない副料理長に。しかし岳は蔑むような視線を送ります。岳はそれを時間の無駄と断じます。だって皆さんには見えないでしょう。それを聞き、ついに腕が切れました。当たられた食材が厨房を舞います。そんな仲間を見てもなお、布袋は諦めずに岳を諭します。ところがまるで岳は聞く耳を持っていませんでした。もっと高いところにあるレシピを考え続けるのは、シェフとして当然の行いだと、布袋は客がいて食べてもらわなきゃ意味がないと説きます。孫六も完璧じゃなければならないなら、今まで出してきた料理は何だったんだと口を挟みますが、うるせえ！それを遮って岳も切れました。そして、つぶやくように、しかし許されない一言を漏らします。カイさんなら分かってくれたんだけどな。
ついにその場にいる全員の心が折れました。最後までガクを支えた布袋があくまで穏やかに言います。ガク、俺たちは出ていく。ガクも K も見捨てられたのです。次々と厨房を去る仲間たち。ガクはここに来てようやく過ちに気づきました。その理由がわからないのか、なんでと慌てます。しかしそれも一瞬のこと。またすぐに最高の料理の追求に戻りました。これでここを極めた人間になった。そう自分を評したガクですが、果たしてそれは料理人のあるべき姿、完成形なのでしょうか。まもなく前菜ができます。K に残ったただ一人のシェフ。ガクは給仕のネネに伝えます。しかしそれは意味のないことでした。客はもう一人も残っていません。最後まで客に尽くし続けた給仕たち。ネネは彼女たちに感謝を伝えます。給仕たちは呆然と立ち尽くすガクに一言も声をかけず、K を去りました。今夜の一件で店の評判は地に落ちると思います。片付けながらあくまで職務を全うしながら、普段と変わらない調子でネネは淡々と話します。もう明日から出勤してくる者はいない。もう営業を続けることは不可能である。と取り返しのつかない絶望的な現実を目の当たりにし、ガクが必死で被り続けてきた仮面が剥がれ始めます。僕が望んでいた結果と真逆じゃないか。ガクは自分の思いを吐露します。圧倒的な強さを持ってみんなの道しるべとなって店と仲間たちを守りたかったというのです。ネネは悲痛な表情を浮かべます。その気持ちをどうして伝えなかったのか。カイが去ったその日、ネネは彼を見送っていました。ガクに何も言わなくていいのかと問うネネに、カイはあいつなら一人でできる。やるべきだ。と突き放すように答えます。それが本当に正しいのかと食い下がるネネでしたが、しかしカイは穏やかな表情で拒絶します。俺は一人で行く。そしてネネに K に残ってほしいと託したのでした。K が存続していれば、いつかカイが帰ってくるかもしれない。ネネはガクを支えることこそが K の存続につながると信じていました。しかし、望んだ現実はやってきませんでした。力になれず申し訳ない。と頭を下げ、そしてネネも K を去りました。一人残され、ガクはうなだれて厨房に戻りました。また孤高の階段を一段登ったガク。そしてすぐさま孤高はガクに新たなアイデアを供給します。しかし、それを形にしようと顔を上げても、もうそこに仲間はいません。誰もいない。いなくなってしまった。ガクは誰のために料理を作ればいいのでしょう。ガクは自重して笑うことしかできませんでした。翌日、ガクはカイの残した家で一人で過ごしていました。魂のない抜け殻のようになったガクのもとに一本の電話が入ります。相手は魚見あゆでした。ガクの唯一無二の友人、相談相手。彼女が東京を去ったことも今のガクを形作った一因です。とはいうものの、あゆの留学を後押ししたのもまたガクでした。至って元気なあゆ、充実した日々を過ごしているようです。あゆは去年のクリスマスに送ったサボテンの様子を知りたがります。しかしサボテンは部屋の隅で朽ち果てていました。どんなに忙しくてもサボテンは育てられるらしい。かつてのあゆの言葉が蘇ります。ガクは謝罪をします。彼はサボテンの育て方を知りませんでした。毎日水を与えたことが逆効果だったのです。しかし、アユはそれを咎めません。忙しい中で手間をかけてくれたことが嬉しかったのです。仕事の調子を聞きますが、ガクは何も答えられません。何か起きたことを察したアユ。話を聞いてあげられなかったことを謝罪しますが、ガクは誰にも合わす顔などないと、ゆるゆるとかぶりを振ります。カイさんは僕に何をさせたかったのかな。アユは 6800km 離れた地から励ましの言葉をかけます。自分は北田のおかげで大好きな水泳に打ち込めている。北田は料理好き？本質をえぐる質問にガクは言葉を紡げません。北田は私のヒーローだから念を押すように告げたアユ。しかしガクにはその言葉を噛み締める時間はありませんでした。ガクのもとに急報が届きます。父が事故に遭ったというのです。慌てて病院に駆けつけると、そこには思いのほか元気な父の姿がありました。見舞いに来たガクでしたが、父に謝罪をします。好きを極めてこい。というかつてかけてもらった激励の言葉に報いることができませんでした。父は深い事情を聞かず、ただギュッと息子を抱き寄せます。ガクは目指していたのが、孤高であることを伝え、そして挫折したことを打ち明けます。しかし父は、それは違うと言います。ガクの強みは、仲間と一緒に大きな力を生み出すことだと。ありのままで良かったのだ、とガクの心に新しい風が吹き、涙が溢れ出ます。仲間たちに取り返しのつかない仕打ちをしてしまった、と悔やむガク。そんなガクに父は、取り返せる、やり直せると温かくエールを送りました。ガクイは決意を新たに東京に戻ってきます。カイからもらった多くの言葉が詰まったノートを読み返しながら失ったものを少しずつ拾い集めます。カイはすでに答えの全てをガクに託していました。そのことに今更ながら気づきます。そして最後にたどり着いた自分自身に対するメッセージ。カイさんと一緒に真理にたどり着く。ガクはノートに何かを書き足しました。そしていても立ってもいられず、すぐにガクは青島邸に向かいその門を開きます。出迎えた青島はまるでガクが来るのを待っていたかのようでした。カイの居場所は聞き出せなかったものの、渋谷の居場所を教えられたガク。たどり着いたのは東京から離れた田舎町でした。渋谷の住まいには多くの自家栽培された野菜が並んでいます。渋谷はガクの姿を認めるとかすかに笑いました。ガクに手料理を振る舞う渋谷。しかしガクはそれに手をつけようとしません。カイの居場所を教えてほしいとせがみます。渋谷はそれに答えず、いつもと変わらない素振りで淡々と料理が好きなら食べてほしい。と言います。伝説のシェフ、渋谷の手料理が拒まれるなんて、彼にとっては初めての経験だったに違いありません。
ガクは素直にうなずき、その料理、イノシシのフィレを口にします。初めて食べる大師匠の手料理、一度手をつけるともう止まりませんでした。そんな孫弟子に渋谷は料理人の目指すべき姿を説きます。貝は俺の最高傑作だ。狂気の灯った目で弟子を称賛する渋谷。しかし、すぐにそれを否定します。真理を追い求めて料理を楽しむことができなくなってしまった。それは渋谷自身に当てはまることでもあり、後を追うように成長した貝の料理人としての現在を悔やんでいるようでした。ガクは、それならなぜ貝の超えるべき目標として居続けてあげなかったのか、と糾弾します。それが貝に孤独を味わわせたのです。貝はそれもここへ続く道だと悟りました。そして後継者たるガクにも同じ道を歩ませることが必要だと判断し姿を消したのかもしれません。渋谷は一瞬面食らったものの言葉を返します。その結果素晴らしい料理が作れたはずだ。よかったじゃないか。しかし直後、渋谷は悔しさをにじませました。病気。このイレギュラーな事態が全てを狂わせました。渋谷は全てを見届けることもできました。しかしできなかった。見ていられなかった。自分でもよくわからない感情だと彼は吐き捨てます。それゆえ渋谷はカイに料理をやめさせたがったのです。カイは沈痛な面持ちで話を聞いていましたが、でもな、と話を続けた渋谷の声に顔を上げます。料理人としての朝倉海を決定的に終わらせたのは北田岳、君だ。海は持てる技術の全てを伝え、岳は後継者となり、料理人としての役目を終えたのです。しかし岳は拒絶します。海には料理が必要と必死で説きます。そして願わくば、渋谷はふっと笑うと、海の居場所を教えました。この先、この家の階段を登った先に彼はいると言います。しかし渋谷は海を説得できるとは思っていません。あいつが料理をすることはきっともうない。海がいたのは菜園でした。突然現れた額に一瞬驚いた表情を見せます。体調はいいとのことで一線から身を引いたことはやはり良かったのかもしれません。お互いに謝罪をし合う二人。海は突然姿を消したことを、額は海の苦しみに気づいてあげられなかったことを、海が伝えたかったことに気づけず、K と仲間たちを傷つけたことを、海は失望も叱責もせず、お前ならやれると思った、と思いを打ち明けます。ガクは正面から伝えました。カイさんと一緒に料理がしたかった。しかしカイは K の存在理由が自分の歴史を残すためだったと言います。先のない自分を見越して K は作られ、いつかカイが去ることは定められた未来でした。お前という料理人を育てることができた。カイの表情は満ち足りていました。それでもガクはなおも食い下がります。とにかくカイと一緒に料理をすること、食べることが楽しかった。心の奥底ではカイも料理をまだまだ楽しみたい。そう思っているはずなんです。ガクは書き足したノートのページを見せます。溢れ出るアイディアがそこには書き込まれていました。僕と一緒にこの料理を作ってください。カイは目をつむり考えます。一料理人なら挑戦したくてたまらない垂涎もののレシピたち。ガクの感覚を唯一理解できるカイ。それならカイの感覚もガクは理解できます。味覚がなくても戦えるのです。二人でいれば完璧になれます。カイさんの物語は僕が終わらせない。その言葉でカイの凍てついた時間は再び動き始めました。ありがとうガク、やろう。カイは帰ってきました。その身に黒の制服をまとい、首には赤いスカーフ、隣には見習いの白い制服が妙に似合うガク。二人で K を再び始めるのです。しかしそこに辞めたはずのランナが現れました。待ち焦がれていたカイの姿を認めたランナ。しかしその口調は厳しいものでした。ここで何してる？もう二度とこの店でガクに料理はさせられない。はい。フェルマーの料理第9話でした。ガクとカイ、2人のシェフが再起動する回となりました。いやー、高橋文也くんこんなに表情作るのうまかったんですね。今までもダークな一面は随所に出ていましたが、今回は前半丸ごとパワハラ上司としての恐ろしい面を見せてくれました。息が詰まるようなやりとりの連続が苦しくも、迫力に手をされているうちにあっという間に闇落ち回としての演技が終わってしまった印象です。後半、髪型が元に戻った時はホッとしましたね。さて、来週で最終回。今回気になったポイントをおさらいします。1、戻ってきたカイ。病気を理由にドロップアウトしたカイに対し、ガクが説得に使ったカードがこちら。カイさんと一緒に料理がしたい。ちょっと独善的かなと思ったんですが、皆さんはどう思いましたか？しかしながら、渋谷が話していましたが、病気が奪ったのは味覚だけでなく、料理人としての精神をもでした。この2つの問題をクリアしなければ、カイは戻ってきません。精神面に対するアプローチが先ほどの発言だと考えられます。では味覚の問題は？それが失われた感覚をガクが補うという回答でした。今までの話でも、ガクの感覚をカイだけが理解している描写が随所にありました。それならば、カイの感覚をガクが理解できてもおかしくありません。実はこれ、演繹法という考え方、前提が誠であれば、結論も必然的に誠になるということです。数学では基礎的な理論なんです。前回から数学的要素が薄れていた本作ですが、ここに来てしっかりその考え方を取り入れてきました。さすがガク、さすがフェルマーの料理制作時。ちょっと強引ですか？2、渋谷の思い。前回の動画では、カイと渋谷が師弟関係を超えて親子のような関係になっているとお話ししました。残りの人生を渋谷はカイと2人で安穏と過ごすつもりという予想、合ってました。
今回の話では、そこがさらに掘り下げられましたね。孤高の道を行き、料理を極めんとする回。渋谷はそんな回を最高傑作と評します。しかし、その心の内は、喜びと後悔がないまぜになっているようです。渋谷と同じ道を歩んだことで、料理を楽しむことを忘れてしまった。それが正しいことなのか。渋谷は今となっては自信が持てないでいるのです。楽しむことと極めること。これはどんなジャンルでも言えますが、この2つの概念を両立させるのはとても困難なことですね。奇跡的に大谷翔平くんが、理想的な完成形になっているように思います。いや、ハードル高いですね。そしてカイは病に侵されてしまいました。渋谷はカイに料理を諦めさせることを決めます。しかし、渋谷はなぜ自分がそんな感情になったのかわからないでいます。驚いたことに、傍から見れば親子のようなのに、彼らにはその自覚がないのです。渋谷はカイのことを心配している。シンプルにただそれだけのことなのですが、それに気づけないのは料理を極めること以外に目を向けてこなかった孤高の伝説のシェフ、渋谷らしいです。ガクと共に行くことを決めたカイ。それは渋谷の本意ではないでしょう。悔やむような表情が最後に映りました。しかし、その中には一縷の希望を見出しているようにも見えます。ガクとの接触で変わったのはカイだけではないのかもしれません。3、ラスボスはランナ。K に戻ったカイ、初心を取り戻したガク。2人の前にランナが立ちはだかりました。なぜここで辞めたランナが？それはガクの失敗により K の経営が立ち行かなくなったことが影響してそうです。K の前身はランナの母の店、オルスでした。どのような契約になっているのかわかりませんが、K の経営権がガクの手を離れたとなると、ランナの元に戻ってくるのは自然な流れのように思います。K は存続するのか、オルスに戻るのか、ガクはランナに許してもらえるのか、慣れたスタッフたちは戻ってくるのか、カイの体調は大丈夫なのか、渋谷は安心することができるのか、淡島の肉体を再び拝むことはできるのか、サイモンの再登場はあるのか、最終話も気になるポイントがたくさんあります。ドラマ、フェルマーの料理は Netflix と Unext で配信中です。いよいよ次回は最終回。最終回が終わった後には原作漫画を知る歌丸さんとの感想会を配信するので、続けてご覧いただけると嬉しいです。そんな歌丸さんのチャンネルでは原作漫画のフェルマーの料理を取り上げています。また、こちらの動画では最新刊の4回についてネタバレにならない程度に触れているので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いできますように。バイバイ。